じゃあ出願のプロセスについて聞けたので、はい、今度は奨学金の方を聞きたいんですけど、奨学金は、まず12月にユーカス出して、その後年明けぐらいに申請した、そうですね、合格型だったので、多分2月だった気がします、くらいに申請して、でそれもエッセイ3つ。そうですね。そのエッセイも若干なんかパーソナルステートメント的なところあると思うんですけど、それもなんかユーカスと並行ぐらいでした感じですか？いや全然で、ちょっと柳井の方はあんまりそこまで受ける気はなくて、その受かると思ってなかったんで、絶対落ちるだろうと思って、そんなとこに労力かけたくないなとか思ってたと思って、その予約型は受けなかったんですけど、そのジャストの方、ジャスト日本の国費でやってる方の奨学金にはその10月かなに出してて、でそれがすごい膨大な量の書類が必要で、なんかエッセイの A4 の1ページのエッセイが4、5とか A4、5ページとかで、しかもそれを英訳しなさいとかもあって、すごい膨大で、そこにすごい力かけてやってたので、その柳井はほぼそれの圧縮版というか、だからあんまり新しいことは考え直したわけじゃなくって、ほぼほぼそのジャストのやつを圧縮して、でちょっと訂正して、ちょっとユーキャスとかの内容もちょっとだけ絡めたりみたいな感じで作ってきたので、結構1週間もかかんなかったかもしれないです。だらだらやりながらみたいな。元があったからってことですよね。そうですね。選考で大事なのってエッセイと、あと面接も結構準備しました。そうですね。いや多分一次審査はそのエッセイとあと成績で見られて、その一次面接はいやその書類受かると思ってなかったんで、その面接の数日前にメールで合格しましたみたいなの来て、えって思って、見間違いかと思って、で、一応なんかそのいろんな留学の支援的ななんか団体みたいなところに入ってたのもちょっとあって、そこでその実際に柳井の先輩とかもいたりしたので、そこに急遽メールかなんか書いて、ちょっと面接の練習お願いしますみたいな感じで、何人かの方と、あと学校の先生、高校の先生ともう卒業してたんですけど、その時4月でお願いしますって言って学校行って面接の練習してみたいな感じのを数日間やりました。あ、そうなんですね。合格型ってことはもうオファー出てる状態じゃないと申請できないんですか？いや、そんなことはなくて、まだ結果待ちの状態でも応募はできますし、実際私も UCL からのオファー来たのが3月だったんで、まだ UCL の合格は分かんないまま応募した感じです。へえ、あ、そうなんですね。そうなんです。なんか合格型だから、なんかね、合格した後じゃなきゃみたいな感じだったんですけど、時期の話ってことですよね。予約、ユーカス出願前か後かみたいな。そうですね。なるほどなるほど。なんか柳井は2017年から始まってるんですよね。この前奨学金の、動画も作った時に調べたんですけど、それがちょうど私が卒業した年なので、そうちょうどそう私の時、もちろんのこと誰も奨学金の子がいなくて、でみんな私費留学みたいな形で来てたので、それがメジャーというかそれしかなくて、笹川の方もすごいもっと新しいのなんで、本当に最近すごいそういう制度ができて、で私の時インペリで同じ学年多分日本人7人とかしかいなかったんですけど、多分今30人とかそう結構いるって聞いて、その奨学金で行ってる人も結構いて、だから奨学金のおかげで結構みんな日本人も増えて、UCL も多分留学生すごい多い、インペリより多いのかな。多いと思いますね。多い、多分日本だけじゃなく、普通に全体的に留学生が多いっていうのがあります。多い。それがなんか結構最近今の現役の大学生の人たちと話してて、今こんななってるんだみたいな。そうか。そうすごいすごい少なかったんで、うちでもオンライン家庭教師で科目の勉強も教えてるんですけど、で蘭子さんも IB だったので講師として登録していただいてて、であと奨学金の結構お問い合わせもやっぱり来るんですよ。なのでそういったアドバイスとかも実際に奨学金取ってる先生からお話が聞けるっていうのをうちでサポートしてます。でその奨学金の支給額、基本的にもう学費とかそういうの
全額出ると思うんですけど、はい、で生活費も年間1万1000ポンドでしたっけ。そうですね、はい、出て、あと寮費も出る、はい、と思うんですけど、寮って、1年目は大学の寮を住むと思うんですよね、はい、で2年目から UCL って外で住まないといけない。大体の人はそうですね。2年目以降の住宅費っていうか、それのカバーってどこまでなんかされてるのかなって。寮外に出る場合は一応こう上限額が決まってて、その支給していただけるのが、なんで若干はみ出るぐらいだから、その一部は生活支援金から少しこう当ててっていう感じかな。じゃあ上限はそこはちゃんと、ある。そうなんですよ。2年目は友達とフラットシェアみたいな。そうですね、学部の友達と2人で、いいですね。じゃあ実際に今の大学での生活についても聞きたいんですけど、授業ってどんな感じ？大体1週間のスケジュールどんな感じなんですか？はい、今大体1学期につき大体4教科4モジュール取るっていうのが基本で、でその大体その1個のモジュールにつき1週間に1回レクチャーと1回セミナーとか、もしくは多分理系だったらラボとかなのかなと思って、レクチャーは1時間か2時間か、でセミナーとかそのディスカッションするような少人数のクラスがあるんですけど、それは20人くらい弱とかで1個のセミナーで、そこでこうディスカッションしたり、例えばなんかパソコンいじる系のなんか統計系の授業だったらみんなでなんかパソコンいじって課題を終わらせるみたいな感じだったりですね。だから大体1週間で8コマぐらいしかない。ちょっと少なめな気はします。で毎日あるわけでもないですよね、平日。そうですね、去年だったら全休は1日全休っていうのがあったので、じゃあセミナーグループは20人ぐらいで、学部全体ってどれくらいいるんですか？私の結構いっぱい？いや、私の学部 PP の学部はそんなにいない気がしますね。だいたい60人ぐらいかなと思って、そんなに多くはない。確かに私の時も58人だったんで、そんぐらいでも結構インペリの学部の中でも小規模な方だった。そうです、多分 UCL でも結構少なめなのかなと思いますね。ないかも。医学部全体だと300人ぐらいいたんで。あ、そっか、その中でもコース分けが。そう、医学部スクールオフメディシンのメディシンは多分300人ぐらいで、バイオメデだったんで、なるほど、60人みたいな感じで、その2つに分かれて。確かになんかピュアなやつっていうか、エコノミクスとかだったらめっちゃいる気はするけど、その PPE になると結構少ない感じになるのかな。確かにもっとなんか絞られるみたいです。その授業とかある時間以外は、大学のクラブとかなんかそういうソサエティとかなんか所属してたりとかするんですか？はい、そうですね。去年先学期は3つぐらい入ってて、1つはその日本人と日本人に興味が、日本の文化とかに興味がある学生が入ってるジャパンソサエティで、でもそれはそんなに毎週かな、イベントは結構あったんですけど、そんなに行ってはいなかったけど、結構そこで会った日本人とか、その日本に興味ある外国人留学生とかとは仲良くなったりはしてましたね。でもう一つが、これはなんか通年っていうわけじゃなくて、2,3 ヶ月しか活動がなかったやつなんですけど、 UCL の院生、大学院生と学部生がこう一緒になって何か一つの研究テーマをもとに何か研究して、最終的にそのソサエティの中でプレゼンして発表するみたいなのがあって、そこで私はなんか科学技術外交、サイエンスディプロマシーっていう聞いたことなかったんですけど、なんかあんまり聞かないですよね。でなんか新しい分野なのかな、わかんないんですけど、そういう研究テーマを元に定期的にオンラインでミーティングして、最終的になんかカンファレンスじゃないけどシンポジウムみたいなところで発表したっていうのがありましたね。じゃあその PP とまた別の分野で。そうです、若干関係はディプロマシーだからあるけど、そうですね、あんまり直接的にすごい関係があるわけではないかもしれないです。それ大学の中の？そうです、大学の一応ソサエティっていう枠組みで存在してて、でそのソサエティの中で全体のこのプロジェクトをまとめたり、なんか応募のプロセスを準備したりする人は何人かいて、ただその人たちが研究するってわけじゃなくて、それで募った私みたいなその研究に興味ある学生が応募していって、で多分大学院生のメンターが
8人とか9人とかいて、でそれぞれにこう学部生が振り分けられて、で 2,3 ヶ月一緒にみんなでそれぞれのグループの中でこう研究していくっていう風なソサエティなのかな、わかんないですけど、一応ソサエティ感じ、よりかはなんかすごい、アカデミック寄りの。そうですねっていうのと、もう一個はアイゼックソサエティっていうものがあって、それがなんか世界中のいろんな大学で、日本の大学でも加盟してる大学があるみたいなんですけど、でなんかこう自分の大学の学生に対していろんな海外でのボランティアとかインターンシップをご紹介していく手助けをしたり、逆にこう国によっては実際に他の国から来る学生、インターンとかボランティアで来る学生をこう受け入れて、なんかこう手伝いをするっていうか、実際にこう説明したりいろいろ誘導したり、なんかオリエンテーションやったりとか、そういうことをするようなソサエティで、でなんか多文化交流的なところにこう力を入れてるソサエティなので、もちろんそういう事務的な作業とかいろんなキャンパスでこう紹介したり、いろんな学生のキャンパスになんか机を置いて座ってどうですかみたいな感じでこう売り込むみたいなこともするんですけど、それ以外でもなんかそのメンバー同士でいろいろアクティビティしたり、それぞれの国のお菓子持ち寄ってみんなで食べて交流しようみたいなのもあったりして、結構そういうのが楽しかったりはしました。あ、そうなんです。じゃあその自分の大学を海外から来たい人向けに説明するみたいな。いや海外、自分の学生、例えば UCL の学生の中で海外のボランティア行きたい人に対して、その提携先の他の大学の他の国のアイゼックのソサエティと連携して、こう実際に送り出す手伝いをしたりとか。イギリスはうちはあんまないけど、もうちょっとこうボランティアを積極的にやってる現地の大学の人だったら、その来た学生を受け入れたりみたいな感じなんです。なるほど。ちょっとなんか、NPO っていうかなんかその的ななんか財団じゃないけど、なんかいろんな世界中の大学でネットワークが、そうネットワーク、そうです、ネットワーク、ネットワーク理解しました理解しました。めちゃくちゃいろいろやってますね。なんか私ジャパニーズソサエティぐらいしか入ってなかったからでも忙しそうですね。いやでも意外に学部によるんで、私の学部はそこまでそのちゃんとその学問が好きですごい自発的に調べるだったら忙しくできるんですけど、普通に卒業する分には全然そこまでっていうかなんかの感覚はあって、でもそのコンピューターサイエンスとかやばそうです。エンジニアリング系はすっごいなんか忙しい、もう宿題がめっちゃ多い、課題が多いし、なんか試験も学部によって頻度とか時期とか全然違ったから、うちの学部はそんなにない、年に2回あってみたいな。そうコンピューターサイエンスはもっと本当にすごい定期的にテストあってみたいな感じだったんですよね。そうだから大学の中でもその学部行ってるって言ったらすごいですねみたいな。確かにそれはありますね。そうありますよね。まだ1年目終わったばかりなので、まだ結構早いかもしれないんですけど、もし大学卒業後の、キャリアプランだったりとか、何でもいいんですけど、なんかこれしたいなとかもしあれば教えてください。そうですね。私はその今のところは大学卒業してから日本に戻ってこようかなと思ってて、っていうのもその将来的に日本の公共政策に携わりたいなっていうふうな思いが結構ずっと強くっていうのもあるので、まだあんまりどういう形でその公共政策に携わるかっていうのは模索中ではあるんですけど、例えばそのもちろんこう観光庁実際に行政で働くっていうのも一つですし、シンクタンクとか、そうですね、コンサルティング系のこう公共セクターとかそういうところで何かしらの形で日本の公共政策に携われたらいいなっていうふうな考えはあります。そうなんですね。じゃあもうそのバチェラー終わったら就職しようかなって感じです。ちょっと悩んではいます。まだそこはまだその院に行く考えつつ、そうですね、どっちも並行して考えてる感じですね。日本に帰ってきてその分野に多分携わってくれたらめちゃくちゃみんな嬉しいと思う。なんか、ね、国際的に多分もう日本もしていかないといけないし、そうですね、外からの視点があるっていうのは、やっぱりなんだかんだ必要なのかなと思います。この今夏休みで一時帰国中だと思うんですけど、なんか夏休み
に例えばインターンやるとか、はい、なんか予定とかってあるんですか？そうですね、今まだなんか応募中のものもあって、まだ確定はしてないんですけど、企業系のインターンもしますし、あと、行政系なんか中央観光庁系のやつも今一応応募はしていて、あと一個決定してるのはこうなんか地域に密着した形でこうシンクタンク的な機能で、そこの地域の公共政策とかについていろいろ調査したり分析したりしてるような団体が NPO の団体があって、そこでこう2週間ぐらいインターンをさせていただけるっていう感じになってるので、そこにも行こうかなっていうふうに思って。それはこっちですか？東京の？いや、東京じゃなくてどこかしらのなんか地方です。はいはい。でなんかインターン、日本のインターンってだいたいその2週間ぐらいなんですか？期間そんな長いのってない、ないイメージ。なんかそうですね、その企業が採用活動の一環っていうか、結構公にやってるやつとか大企業だったら特に、だったら多分そんな数日間とか1日とかだと思うんですけど、その NPO のやつはこうなんか結構小さめの、地域に密着してるんで、その大々的にインターン募集してるっていうよりは、私がすごい興味を持ってこうメッセージを送ってこう個人的にやり取りして決定した感じなんで。じゃあそれも自分で調べてみたいな。そうですね、すごい調べる能力がすごい高いと思う。そうなんですかね、わかんないですけど。でも大学1年生でやっていいですよみたいなところって多分なかなかない。そうですね、多分それこそ直接自分でコンタクトしてとかだと取れると思うんですけど、大体大学3年生の前の夏とかじゃないとなんか取らないところが多いから。そうですよね、っていうのは結構調べててもそういうのばっかりでなかなか難しいなと。大体多分その採用活動を直結させるみたいな目的が多いから、多分なんかそういう自分でコンタクトするか、大学の研究室とか、そうですね、意外にその教授とかフレンドリーだから、そういうその収益目的とかでもないから、そういうところでインターンしてる人とかもいたりとか、そういうところで探すのはいいかもしれない。あと結構でも海外大生を積極的に採用してる企業とかだったら、26の6月卒あるのかなっていう印象ではありますね。そうなんだ。もうこれからが楽しみですね。自分でもどうなるかちょっと楽しみです。でも2年目3年目ってまた勉強することも多分大学で若干変わってくるから、でもいくらでも多分選択肢あると思うんで、絶対蘭子さんなら自力でめちゃくちゃいいチャンスつかみ取れる気がします。ありがとうございます。でももうあと2年しかないっていうのは確かに早い。3年ね、めっちゃあっという間だと思います。はい、こんな感じでいっぱいお話聞けました。ありがとうございます。ありがとうございました。